皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。今日は7月末のベランダの多肉たちの様子を見ていきます。このピーチプリでは庭の作業台の上に置いてあったものをベランダに持って上がってきました。下葉をしわしわにさせてお水を欲しそうな月美人、ちょっとかわいそうですね。コブが出てきたマリバ、この暑さでコブがなくなってしまうのではないかと思っていましたが、なんとか消えずにコブは残っていました。このベランダの多肉たちには梅雨明け前に一度水やりをしたきり、それ以降は水やりをしていません。なのでこんな風に成長点が枯れ込んでいる多肉もありました。ちなみにこの多肉は紅スズメです。せっかく葉ざしで増やしたのにちょっと残念ですね。でも成長点がなくなることでまた新しく脇芽が出てきてくれると思います。ブルーエルフもすっかり夏顔。これもカットしてまた増やしておこうと思います。そしてベランダのカンテ、やはりこの暑さと水をあげていないせいで外葉が枯れていました。いつの間にかルエラの鉢に脱脂フィルムが覆いかぶさっていました。これは早めになんとかしないと蒸れる原因になりますね。ホワイトシャンペーンが植わっているこの木のプランターもベランダに戻して正解でした。ピンクプリティの色が可愛いんですが、葉がちょっとシワシワですね。今年の梅雨は調子が良かったパールフォンニュルンベルグはこの夏も無事に夏越しできるといいんですけど。そうそう、少し前にビニールシートを外してベランダにも遮光ネットを張りました。夏は緑色になってしまう多肉が多い中、このエキゾチックはとても綺麗な紫色をしていました。その隣の石化した多肉はナナシちゃんですが、葉の並びがとても綺麗で、この薄い黄緑色がとても目立っていました。まだほんのり赤く色づいている多肉はフランクハイブリッドでした。その奥のカンテはベランダに置いてある中で一番綺麗でした。そして綺麗といえばモンローも白粉系で綺麗ですよね。スイートプリンセスの隣のフローラは葉のエッジが赤くて可愛い多肉です。白粉ちゃんといえばこのラウイもそうですね。枯れ葉がついていたのがちょっと気になりました。そろそろ水やりをしたい頃です。近所に骨董屋さんがあり、ずっと気になっていて行ってみたかったんですが、念願かなってこの日曜日に行ってきました。そして購入してきたのがこの道具箱。外は少々錆びていますが、蓋を開けてみるとトールペイントに使えそうなプレートが入っていて即決でした。これ連結できるような仕組みになっていてちょっと面白いんですよね。何に使われていたのかは分かりませんが、他にもクレヨンや
チョークも入っていました。お得感満載な道具箱でした。本当はこの道具箱、多肉の寄せ植えに使おうと思って購入したんですが、いろいろ使えそうなアイテムもあり、道具箱はきれいにしてそのまま道具箱として使うのもいいかな。そして次に見つけたのがこの大きな瓶です。かわいい蓋もついていたんですが、家に帰ってきてよく見ると、もともとついていた蓋ではないようです。薄く色もついていてかわいいので、これはこれでありですよね。そして帰り際に見つけたこのベル、見つけて喜んで鳴らしていると、お店の方がプレゼントしてくれました。そしてもう一つ、このフルーツ皿、多分売れないだろうということで、こちらもプレゼントしていただきました。こんなにもらっちゃっていいのかなと思いつつ、遠慮なくいただいちゃいました。そして一緒に行った旦那が購入したのは何だと思いますか？旦那が気に入って購入したのはこのシーサーです。私も一番最初に見た時にこれいいねと言っていたのを、旦那も気に入ったらしく購入していました。そしてどこに置くのかと聞けば、私の新しい多肉棚に置くというので、それは勘弁と思い、どこかいい場所を探さなくちゃ。そしてまだまだ面白いものがたくさんあったので、また行ってみようと思います。ベランダに戻ってきました。珍しくこの日は朝から動画を撮っていますが、8時半過ぎですでに28度もあります。そして以前から気になっていたこのピンクベラ、一度小株をカットしていますが、両脇に飛び出ている2株を今日はカットしておこうと思います。この株はすでに根が出ているため、真夏の暑い中カットしても根からしっかり水を吸ってくれるので、その後が安心です。ちょうど反対側に出ているもう一株もカットします。こちらもしっかり根が出ていますね。そして最初にカットしたピンクベラの茎に小さな新芽が出ていました。小さすぎてちょっと見づらいのが残念。そしてもう一つ、この脱脂フィルム、勝手に居候して鉢を持ち上げてみるとこんなに伸びていました。これ勝手に葉ざしっこちゃんでここまで大きくなるとは思いませんよね。作業台に移動して先ほどカットしたピンクベラを用意したビニールポットに植え付けていきます。カット苗はほぼ土に置くだけなので、植え付けもあっという間に完了しました。次はこの脱脂フィルムをなんとかしなくちゃ。とりあえず
植える鉢を持ってきました。これをどうしようかと悩んでいましたが、結局は手で根元から引っこ抜いちゃいました。根を下にしてピンセットで軽く土の中に引き入れ、植え付けは完了です。ルエラの鉢の中にはまだ脱脂フィルムが残っているので、この脱脂フィルムはすべて取り除いておきます。増やそうと思わなくても、よその鉢で勝手に増えてくれるこの脱脂フィルム。勝手に増えてくれるのはいいんですが、今回のように脱脂フィルムのせいでルエラの株の真ん中が蒸れてしまったのは残念です。ついでにルエラの枯葉もお掃除しておこうかな。枯葉を取っている途中にぐらついている株があったので、それは抜いておきました。本当はこの株をすべて植え替えしようと思ったんですが、昨日タープを張ったところ、タープのロープが劣化して切れてしまい、タープが張れずに直射日光の下で作業をしているため、植え替えしている余裕はありませんでした。なのでとりあえず枯葉を取るだけ取って、ぐらついている株だけビニールポットに植え替えることにしました。枯葉を取り、少し株を外したので、ルエラの鉢の中心には土を少し足しておきました。そして外した小カブちゃんは少し水持ちのいい土に植え付けてみました。はい、ということで今日の動画は7月末のベランダの多肉の様子を見ていきました。そして骨董屋さんで購入してきたアイテムの紹介と、気になっていた多肉の仕立て直しをしていきました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。